トロントはカナダ・オンタリオ州の州都で同国最大の都市でもあります。ところがカナダの首都はトロントでもモントリオールでもバンクーバーでもなく、トロントの北西約400キロのところにあるオタワという町です。1857年、イギリスのビクトリア女王が当時イギリス領でありながらイギリス系住民とフランス系住民の間でたびたび起こっていた抗争を抑えるため、双方の都市の中間地点であるオタワに首都を設置したと言われています。これらの歴史については後ほど改めてご紹介いたします。トロント市の人口は約270万人、 GTA と呼ばれるトロント都市圏人口は約640万人で、これはメキシコシティ、ニューヨーク、ロサンゼルス、シカゴ、ダラス、ヒューストンに次ぐ北米7位の規模です。トロントは北米五大湖の一つ、オンタリオ湖の西岸に位置しており、対岸にはアメリカ合衆国のニューヨーク州があります。前置きが長くなりましたが、今回の動画ではトロントが一体どんな都市なのか、街の中をあちこち回って皆さんにご紹介できればと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。こんにちは。ここはトロント最大の駅、ユニオンステーションです。トロント市民の足である地下鉄や路面電車のストリートカーをはじめ、近郊型列車や空港連絡鉄道、そしてアメリカ方面にも続いている長距離列車なども拠点としているとても大きな駅です。多分カナダ最大とかそんぐらいの大きな駅です。ちなみにここ下降りると地下鉄の駅なんですけど、TTC と書いてある赤いマーク、あれがトロント交通局、地下鉄とかケーブルカー、そしてバスを運行している交通局のロゴマークですね。今日は11月の12日、今のトロントの気温はマイナス2度。ここから1月2月にかけてもっと寒くなるというので、とんでもないですよね。ちょっと寒いので中に入りましょう。トロントは非常に寒いんですけど、建物の中は割と暖かいです。この下に広がっているのがさっき言った地下鉄の空間で、こちらこの非常に立派な空間、すごいですよね。このユニオンステーションは開業1927年だそうです。もともとユニオン駅、ユニオンステーションは1800年代ぐらいにはあったそうなんですけど、いろいろ移転とかあって、この建物自体が1927年からだそうです。すごい立派でかっこいいですね。あそこの電光掲示板、文字読めますかね。カナダの首都であるオタワとかモントリオールとか数百キロ離れた都市とかに行く列車が発着しているようです。このビア鉄道っていうのがそういった長距離列車を運行している会社ですね。長距離列車の発着スペースはこういった感じで、スーツケースとか大荷物を持っている旅行客の皆さんの姿も見られます。ここで地図を見ていただきたいのですが、ユニオンステーションのすぐ南側にオンタリオ湖があり、ユニオンステーションを U 字の先端にして黄色の地下鉄イエローラインが北の方へ伸びています。だいたいこの辺りがトロントの中心地、ダウンタウンと呼ばれるエリアです。なので今回はこのユニオンステーションを起点に皆さんにトロントがどういった街なのかっていうのを少しお届けできればと思います。早速駅のこの案内板に CN タワーと書いてありますね。 CN タワーっていうのはトロントのランドマークなんですけど、言うよりも見ていただいた方が分かりやすいと思うので、駅から歩いてすぐのところにありますので、今から向かいたいと思います。スカイウォークという道が CN タワーの方面に続いています。ここはトロントピアソン空港とユニオンステーションを連絡する鉄道の発着ターミナルになっているそうです。カナダもアメリカもそうなんですけど、どちらかというともう自動車社会なんで、あんまり鉄道は貨物ぐらいでしか需要ないのかなってイメージしてたんですけど、さすがにユニオンステーションクラスになると線路もビシッと敷いてあって、かなり大規模な旅客輸送が行われているようですね。ちょうど来ました。この緑色のやつ、これも近郊なのかな。多分そんなに遠くには行かない、GO って書いてあるんで、この GO っていう鉄道会社の列車はそんなに遠くには行かないそうなんですけど、でもすごいグリーン車みたいに2階建て車両が結構長いですね。めちゃめちゃ長いな。これすごい20両ぐらいあったんじゃないかって感じなんですけど、多分日本と違ってカナダは線路がずっとまっすぐ敷けるんで、だからこんな長大編成も可能なんじゃないかなと思います。さあ、そして長かったユニオンステーションから続く連絡通路も終わり、ここで外に出ます。うわ、寒いな。そしたらちょうど目の前にありますのがこの CN タワーです。こちらが CN タワー、高さは 553.33 メートルあり、1976年の竣工から2007年まで自立式建築物では世界一の高さでした。2022年現在は世界第9位の高さに甘んじています。東京タワーや東京スカイツリーと同じように展望台に登れたり、
こちらぷくっと膨らんでいるところ、エッジウォークといって展望台のこの外周の部分を命綱はつけますが生身で歩けるという、そういったアクティビティのある人気の観光スポットになってます。この CN タワーも東京タワーや東京スカイツリーと同じように電波塔として建造されました。でちなみに CN タワーのこの CN なんですけど、これはこの塔を建築したカナディアンナショナル鉄道の、カナディアンナショナルで CN から来ています。ただこのカナディアンナショナル鉄道、要はカナダ国鉄ですね。それも日本の国鉄と同じように1995年の民営化に伴ってこの CN タワーの、所有権は政府機関に譲渡されたそうです。ここが CN タワーの正面玄関ですね。もう高すぎて画面に映りきりません。ちなみに展望台ちょっと登ってみようかなと思ったんですけど、なんと登るのに4000円ぐらい、40何ドルぐらいかかったそうなんで、ちょっとさすがにそれ高いなと思って、また今度いつか機会があれば登りたいなと思って今回は諦めます。でここにね CN タワーと右側分かるんですけど、左側ラ・トゥール CN ってこれなんだって思うかもしれませんが、要はこれはフランス語なんですね。もともとカナダっていう国がイギリス領とフランス領で二分されており、で今でもケベック州とか一部地域ではフランス語が非常に主流で使われているので、カナダの国としても多分第二公用語とか、そういった扱いだと思うんです、フランス語が。だからもう至る所でフランス語が目にできます。さあそしてこの CN タワーのすぐ麓、さっきからちらちらと映っているこちらの大きな建物、こちらはロジャースセンターと言います。ここロジャースセンターはメジャーリーグベースボール MLB のトロントブルージェイズの本拠地の野球場です。この可愛い鳥のマークがトロントブルージェイズのロゴです。で今日はシーズンオフで野球やってないので閑散としてるんですけど、シーズン中はかなりたくさんの人で賑わうと思います。あそこのビルに CN タワーが反射していますね。でロジャースセンターから歩いて5分ぐらいのところにあるこちらがスコシアバンクアリーナです。でこちらは NHL アイスホッケーのトロントメイプルリーフス、あと NBA バスケットボールのトロントラプターズが使用する、このアリーナ体育館みたいな、そういった感じです。で先ほども言った通りトロントっていうのは北米の中でもかなり規模が大きくて影響力の強い都市ですので、基本的にはアメリカでのチームが多い MLB とか NBA とか、そういったチームもトロントとかにはあったりします。ちなみにネーミングライツを取得しているこのスコシアバンクもロジャースセンターのロジャースコミュニケーションズもどちらもトロントに本社を置くカナダの大企業です。私は CN タワーから回ってきたので、ユニオンステーションからかなり遠回りをしてきたんですけど、すぐとここに駅の入り口がありました。だからもう本当にユニオンステーション徒歩0分のすごい立地ですね。ユニオンステーションの地下鉄の改札がここです。さっきの大きいホールとかと比べたら、だいぶ殺風景なんですけど、ただ地下鉄の路線がユニオンステーションにはさっき言った黄色いイエローライン1個しか通ってないので非常に分かりやすいですね。さあそして最初にいたユニオンステーションの表玄関のところまで戻ってきました。ここからは黄色いイエローラインの U 字型の内側ダウンタウンの辺りを歩いてみようと思います。トロントの市街地は道が広く建物も大きいので比較的新しい街だという印象があります。トロントがこんなに大きな街になった理由としてイギリス系やフランス系の移民の方々、そしてその子孫が今このように大きな街を作った、つまり原住民の方々によるもともとのその街の基盤みたいなのがあんまりなかったからっていうのもあると思うんですけど、ただもう一つね1904年にトロントで大火災があったらしいんですけど、それもまたこの理由の一つなんじゃないかなと思います。ウィキペディアによるとその1904年の火災はもうトロントの、当時まだ1904年ですから120年ぐらい前はトロントのこのダウンタウンの中心地あたりに工場があったそうなんですけど、その工場から出火して結果的にトロントのダウンタウンの大半の半分以上の建物が焼失するというかなり大規模な被害になったそうです。だからどうせ焼け野原になっちゃったんだから道も広くして建物を建て直そうみたいな感じで、それでこんな広くて新しい街になったんじゃないかなと、私は推測します。ちなみにここまでこのようにトロントのダウンタウンを映してるんですけど、もしかしたら皆さんねニューヨークに街並み似てるんじゃないみたいな思われる方もいるかと思います。実際その通りでニューヨーク私行ったことないんで映像で見た限りなんですけど、非常に似てます。街の雰囲気とかこのビルの感じとかね。で実際ニューヨークを舞台とした映画とかドラマのロケにトロントが使われるということも非常に多く、そのうち一つ、最も有名なもののうちの一つが海外ドラマのスーツって皆さんご存知ですか？ネットフリックスとかアマゾンプライムとかで多分見れると思うんですけど、法律ドラマですね。弁護士の方々が日本でも一回日本版でリメイクされましたよね。
でそのスーツが一応ニューヨークが舞台で、ニューヨークで撮影も行われてるんですけど、その一部例えば建物とかはこのトロントで行われているそうです。そしてその主人公たちが勤める法律事務所の、オフィスビルと言われているのがちょうどこの正面のこのアデレートセンター、ベイアデレートセンターか。でこの建物が実際にスーツの撮影で使われたんじゃないかと私が調べた限りでは書いてありました。ちなみにスーツというドラマはシーズン9か10ぐらいまであって結構長いんですけど、私は7ぐらいまで見たことがあります。で言われてみれば確かにこのなんかガラス張りのビルの1階部分、エレベーターから降りてくるシーンとか、この回転ドアとか、確かにこんなような場所だったかなみたいな、そういった感じですね。ちなみにベイアデレートセンターというのはこの辺り一帯のオフィス街のことを指すらしく、こちらがイーストタワーですね。で反対側にも多分ウエストタワー、同じような建物があって、実際に撮影が使われたのがどっちかっていうのはちょっとね、私が見たサイトではちょっと分からなかったです。多分イーストだと思うんですけどね。これがさっき言ったウエストタワーです。確かに入り口とか似てるんでどっちがどっちかは分かりません。トロントとニューヨークは、そんなに遠くはない距離にあるんですが、なんでわざわざ街並みが似てるからといってトロントで撮影をするのかというと、これもおそらくなんですけど、トロントという街は映画とかテレビ番組の制作に対する税制優遇措置だから多分こっちで撮った方が安く済むんですよね。そういったものがあるので、割とニューヨークとかシカゴを舞台の映画ドラマが撮影されることが多いそうです。あそこにセブンイレブンがある。トロントには比較的新しい建物が多いとさっき言いましたが、中にはこういったすごい歴史ある古い建物も残っており、こちらは1899年に建てられた旧市庁舎です。1966年まではトロント市議会として使われていたトロントを代表する建築の一つです。こうして見てみるとイギリス・ロンドンのウェストミンスター宮殿、ビッグベンがある建物ですね。あれになんとなく似てるなという感じですが、建てられた1899年というのは思いっきり今よりもイギリスのその色が濃い時代ですから、そういったイギリスの雰囲気というのも、それに影響しているのかもしれません。ちなみにこの旧市庁舎が建っているすぐ横、あそこのなんか面白い形のツインタワー、あれが現在のトロント市庁舎です。この現在の市庁舎は先ほど見た、あそこに見える旧市庁舎が市議会として最後に使われた1966年の前年1965年に設立された建物だそうです。この面白い特徴的な形の建物を、こちらはトロントの市のマークにもなっているほど、非常になんていうのインパクトがあって覚えやすい形をしていますよね。でこの目の前にあるトロントと書いてあるトロントサイン、そしてこの時間はまだやってないのか分かんないんですけど、アイススケート場もあります。このトロントサインと背後の市庁舎、ここがトロントの有名な撮影スポットの一つなので、ここで写真を撮っている方もたくさんいらっしゃいます。今ちょっと調べたらこのトロントのサインモニュメント、これが設置されたのはなんと2015年だから結構最近ですね。7年前だそうです。私が今まで日本で旅行した青森とか新潟、鳥取とかそういったところにもこういったサイン最近増えてますからね。日本だけじゃなくて世界的なトレンドなのかな、こういうのは。鳩も寒すぎて固まっています。ヒートテックとか着れないので本当にかわいそうだと思います。ユニオンステーションから30分ぐらい歩いてきました。ここクイーンズパーク駅とありますが、その名の通りクイーンズパークという公園がこちらあります。こちらが航空写真なんですけど、綺麗な楕円形のとても大きな公園です。この都市公園クイーンズパークはトロント市民の憩いの場になっているほか、この目の前に見えている非常に立派な建物、こちらがオンタリオ州議事堂になっております。またその他にも公園の周辺にはトロント大学やビクトリア大学などの教育機関、それに図書館や博物館などの文化施設など、ありとあらゆるものが揃っております。こちらがオンタリオ州議事堂レジスタラティブ・アッセンブリー・オブ・オンタリオです。こちらにはカナダ国旗と、でこっち反対側はちょっとはっきり見えないんですけど、昔カナダ国旗が今のメープルリーフのものになる前に使われてたカナダ国旗に非常に似てるんですけど、どうなんでしょうかね。もしかしたらそのカナダ国旗というよりかはイギリス連邦系のなんかその旗なのかなという感じがいたします。ここにクイーンズパークの案内板があります。多分なんですけど In 1860と書いてあるので、1860年にパークネームドアフタークイーンビクトリア、ネームドが名付けられたでアフタークイーンビクトリア、多分クイーンビクトリアから取ってみたいな、そういったニュアンスだと思います。Was opened by Principal of Wales、レイターエドワード7世、だから、プリンスプル・オブ・ウェールズエドワード7世さんっていう貴族が、オープン開いたと、多分そういったあれで合ってると思います。多分ですけどね。で裏側にはさっきも言った通り、フランス語の案内板があります。
最初こういうの見ちゃうと、あれ英語全然読めないじゃんみたいに焦るんですけど、よく考えたらフランス語かみたいな、そういうことがしばしばあります。で、ここにも書いてあった通り、このクイーンパークはビクトリア女王から名付けられました。トロントにはダウンタウンの方にキングストリートっていう名前があったり、あとはトロントとはちょっと離れてるんですけど、オンタリオ州の西部の方にロンドンっていう街があったり、非常にイギリスに由来する地名がかなりたくさん見受けられます。で、先ほども少し触れましたが、これはもともとカナダがイギリス領だったからっていうことが、理由が非常に大きいですね。で、トロントという名前の由来はもともと原住民族イロコイ族の言葉で、水の中に木がある場所、確かタカランみたいな、なんかそういった名前だと思います。もしくはヒューロン族の言葉で人が集まる場所みたいな、いろいろ諸説あるそうなんですけど、どちらにせよこの辺りにもともと住んでいる原住民族の名付けた名前がトロントとして今でも残っていると、そういったことになります。後ほどもうちょっと詳しくご説明いたしますが、トロントという町はもともとヨークという名前で呼ばれていました。このヨークというのは、イギリス王子の名前から取られた名前だそうで、要はイギリス人が後から来て勝手に名前を付けたということになります。ただ150年ぐらい前にヨークという名前が、またトロントになって、今ではオンタリオ州の州都としてトロントと今でも続いてるんですけど、イギリス人が勝手につけた名前よりも原住民の方にルーツがあるトロントという名前が今でも続いてるっていうのは、個人的には非常にいいことなのかなと思います。クイーンズパークはこのように木々で覆われて、そしてベンチもたくさんあるので、もう少し暖かい季節だと非常に居心地が良さそうですね。トロントにはこういう黒いリスがたくさんいるんですよ。珍しいな、こんなに近づいてくるなんて。すぐ逃げちゃうんですよ、リス。雪で覆われて全部は読めないんですけど、キングエドワードって書いてあるので、イギリスの王様だと思います、この銅像も。あそこに見えてる建物がトロント大学なのかな。それにしても非常に立派な建物です。そしてのどかですね、ここは。で、トロントの街は、ここ公園なんですけど、こことか、あとは路上とか駅とかにも至るところにゴミ箱がたくさんあるので、割と日本とかだと鼻かんだティッシュとかずっとポケットに入れてなきゃいけないとかいうことが、多々あると思うんですけど、トロントだと割と歩けばすぐゴミ箱があるので、すぐ捨てられるっていうのは、とても個人的にありがたいですね。クイーンズパークの外周です。確かにダウンタウンに比べると割と歴史的な重厚感のある建物が目立つような気がします。そしてイギリス王室に非常にゆかりのあるこのクイーンズパークなんですけど、もう少しカナダ、そしてトロントの歴史を深掘りしてみましょう。1500年代頃にはフランス人がセントローレンス川から北米大陸に入植して、ヌーベルフランスと呼ばれる北米植民地政策を行っていました。フランス人がカナダを植民地化していた1600年代後半、ファーストネーションと呼ばれるカナダの原住民族の一つ、イロコイ族はトロントを囲むように流れる大きな2つの川、ルージュ川とハンバー川のほとりにそれぞれ村を作って暮らしていました。そのうちの一つ、ルージュ川にあるガナツェクワゴンはトロントの東側、トロント動物園などがあるルージュナショナルアーバンパーク内にカナダ国定史跡として整備されています。しかしこちらはトロントの市街地からは遠いので、今回はもう一方のハンバー川にあるテイアイアゴンというイロコイ族の居住地跡を見に行きます。そしてバスで移動してきました。トロントにあった原住民の居住地の跡は西側のハンバーリバー、ハンバー川のほとりにあったそうです。川のほとりには駐車場があって、結構犬の散歩とかしてる方がたくさんいらっしゃいますね。こちらがハンバーリバーです。まあまあな大きさの川ですね。川沿いを10分ぐらい歩いていきました。そしたらあそこにね、案内の板があります。やっぱりそうだ、ここにテイアリアゴン&ザ・アボリジナル・オクペーション・オブ・ベイビーポイント、この辺りベイビーポイントっていう地域なんですけど、ここに要は昔の原住民の方の、住処というか居住地がありましたよと、そういった案内板ですね。同じような看板がもう一つあります。で、こっち面白いのがこの地図ですね。この地図が1688年だから今から350年ぐらい前には、もうこのような地図が、多分この、フランス語だと思うので、フランス人の入植者の方が作ったこの辺りの地図です。すごいですね。もうこんなものがそんなに昔から。北がこっちなので今現在地この辺りらしいです。ハンバーリバーはそこまで大きな川には見えないんですが、大雨とかだと氾濫したりするんですかね。なんかこういった注意を促す看板とか
緊急用のこの浮き輪みたいな、こういうのも設置してあります。もしかしたらそういった事故も今まであったのかもしれません。ということで今ではこんなのどかな散歩道みたいな浸水公園みたいになってるんですけど、2つの旧居住地は河川沿いの重要地点ということもあり、イロコイ族はまた別の部族に追い出されてしまいました。しかし1700年代に入ると、北米大陸はますますヨーロッパ諸国の植民地としての性格が濃くなっていきます。その後、ヨーロッパ諸国による7年戦争の結果、1763年のパリ条約で現在のカナダはイギリスに割譲されました。1796年にはアッパーカナダと呼ばれたイギリス植民地の首都にトロントが選ばれ、町の名前もイギリス王子から取られてヨークと名付けられました。1812年になると、イギリスと独立を果たしたアメリカとの間で米英戦争が勃発しました。その時の遺構みたいなのがダウンタウンのちょっと外れたところ、このオンタリオ湖の近くにあるらしいので、今それに向かってます。ちょうど今乗ってるのがストリートカー路面電車ですね。着きました。ここから歩いて向かいます。ここがフォートヨークです。フォートは砦という意味なので、ヨークの砦という名前です。イギリス軍とアッパーカナダの軍隊がアメリカに抵抗するために一緒に築いたのがこの砦だそうです。フォートヨークはナショナルヒストリックサイト、カナダ国定史跡に指定されています。ただこの中にもいろいろ建物とかあるんですけど、これ見た感じ鍵がかかってるかどうかは分かりませんが、もしかしたら閉鎖されてるのかもしれません。ちょっと触らない方がいいですよね。これはフェンスの奥にはザ・バトル・オブ・ヨーク、ヨークの戦い1813年のこの案内板や、奥にもこういう建物がたくさんあるんですけど、変に入らない方がいいと思うので、ここから見るだけに留めておきます。このフォートヨークは先ほどストリートカーでずっとオンタリオ湖の沿岸を走ってきたことからも分かるように、オンタリオ湖に程近いので、アメリカとの戦争の際は対岸の、ニューヨーク州方面からの攻撃を防いだり監視する役割があったそうです。だからちょっと他のところより高いんですよね。さっき言った高速道路の下よりも若干この辺りは土地が高くなっております。多分向こうよりもちょっと高いです。トロントにこのような砦が築かれたことからも分かるように、要はこの辺りオンタリオ湖、つまりその奥のアメリカ合衆国との国境にあまりにも近すぎるんですね。で、先ほどビクトリア女王がオタワを首都に置いた理由はフランス系とイギリス系のちょうど中間っていうのも一つの理由だと言いましたが、もう一つの理由として、仮にトロントが首都だった場合、ちょっとアメリカの攻撃というか脅威が近すぎるんで、ちょっとトロントを避けたっていうのも、一つの理由だと言われております。残念ながら本日というか今の時期は閉鎖されてるみたいなんですけど、あそこ見えますかね。当時の大砲を模したような模型があそこに置いてあります。フォートヨークにはこのように立派なビジターセンターもあるんですけど、業者さんが作業かやってるんで、Google マップもうちょい見てみたら、月曜日と火曜日だけクローズドってなって明日やってるっぽいんですよ。だから月曜と火曜日は多分その点検かでやってないっぽいんで、皆さんもしご興味のある方はご注意してください。ヨークはその後一時アメリカ軍に占拠されたりしつつも、イギリス領アッパーカナダの首都として存在していましたが、1834年に現在のトロントという地名になりました。その時期になるとカナダ住民によるイギリス政府への反乱が起こり、1867年7月1日にイギリス領の自治領カナダ独立連邦として実質的な独立を果たしました。この7月1日は現在でもカナダデーと呼ばれる建国記念日に指定されています。カナダが独立を果たす少し前に前述した通り、ビクトリア女王によってオタワが首都と定められ、独立と同時にトロントはオンタリオ州都になりました。トロントの歴史についてはなんとなく分かってきました。で、今からなんですけど、せっかくなので皆さんにもうちょっと観光地っぽいところをご紹介しようと思います。昼間のストリートカーは非常に空いてていいですね。フォートヨークの近くからストリートカーでだいたい30分ぐらいでやってきたここはケンジントンマーケットです。位置的には先ほど訪れたクイーンズパーク、あれのちょっと西側にあたります。このケンジントンマーケット、移民の国カナダ、そしてトロントという街を象徴するかのような多種多様な文化が入り混じったエリアです。
こうやって歩いてるとなんとなく街全体の彩りも鮮やかですよね。なんか爆音の音楽も流れてます。ケンジントンマーケットにはレストランやカフェ、そしてブティックや古着屋などいろんなお店が集まっています。この辺は多分古着屋ですね。世界各国のいろんな服が集まっているので、古着好きな方とかはすごい楽しいと思います。衣類だけでなくレストランも、例えばギリシャ料理のお店とか、いろんな集まっていて、本当に移民の国カナダを象徴する、そういったエリアですね。そして実はここもカナダの国定史跡に指定されております。おそらくこのケンジントンマーケットのエリアのその成り立ちも多分その移民の方々がルーツだと思います。中華系のお店もたくさんあります。ケンジントンマーケットの近くにはチャイナタウンがあったり、あとはこのような壁アートで有名な通りがあります。そんなに大きくない通りなんですけど、もう至る所の壁にもう所狭しと落書きと言っていいのか分かりませんが、アートのこういろいろと書いてあります。すごいな。日本だと渋谷区の有名な鉄腕アトムかなんかを書いた落書きがなんか価値にすると何百万とか何千万とかあるんですけど、それを渋谷区が問答無用で消し去ったっていう、いかにも日本らしいエピソードをなんかつい何ヶ月か前に見たんですけど、でもなんかこういうストリート文化っていうんですかね、私はそういったのには疎いんですけど、でも私みたいなそういうのあんま分かんない人でも面白い通りだなって思えるカラフルなこの道、夜に一人で絶対こんな道通りたくはないですが、昼間来る分にはああやって写真撮りに来てる方もいて割と面白いと思います。ちょっとあちこち回ってお腹空いたので、今からお昼ご飯を食べに行きます。お昼ご飯は何を食べようかなと考えてたんですけど、やっぱりトロントという街はいろんな国の食文化が集まってるだけあって、当然日本食料理のお店もたくさんあります。例えばここ寿司とか、これ寿司って書いてあるのにメキシカンってどういうことなんだって思うんですけど、それは置いといて、いろいろあるんですけど、個人的に日本が誇る食文化として、私がすごい好きなラーメン二郎というものがあります。で、トロントでも二郎系ラーメン食べれるとこないかなと思って探してたんですけど、残念ながら私が自分では見つけられなかったですが、友人が教えてくれました。このラーメン豚ニボというお店で二郎系のラーメンを提供しているそうなんで、ちょっとお昼に行ってみようと思います。お腹いっぱいになりました。美味しかったです。まさかトロントで二郎系ラーメンが食べれるなんて思ってなかったんで嬉しいですね。で、多分ね、店員の方が全員日本の方だったんですよ。で、初め、普通もちろん英語で話しかけてくるじゃないですか。で、私も拙い英語で対応するんですけど、あれこの方日本人だよなみたいな思いつつ、多分向こうも思ってるんだと思うんですけど、なんかそのお互い相手日本人だよなと思いつつ英語で喋るっていうのは、特に私は下手なんでちょっと恥ずかしさも感じましたが、でもね、とにかくいいお店でした。ちなみに料金なんですけど、1杯 19. 点何ドルかにタックスと、あとはチップ 15% を含めてだいたい合計で2250円ぐらいしました。正直言って結構高いですけど、トロントでご飯食べるってなったら結局ファストフードのチェーン店以外はチップかかるんで、だいたい2000円3000円ぐらいはするので、こんなもんだと割り切るしかないですね。お昼ご飯食べて再びオンタリオ湖やユニオンステーションの近くまで戻ってきました。ここはザ・ディスティレリーって書いてありますが、ディスティレリーディストリクト、日本語訳すると蒸留所地域という名前です。このデスティレリーディストリクトは先ほどからしばしば名前が登場するビクトリア女王の時代に建てられた建物が多く残っているエリアです。こちらも先ほど見たフォートヨークと同じくカナダ国定史跡に指定されております。デスティレリーディストリクトでは1830年代からウイスキーの蒸留が始まり、世界中にウイスキーを輸出していたそうです。多分この辺りユニオンステーションから線路が伸びているので、鉄道だったり、あとはオンタリオ湖が近いので水運だったりで運ぶのに非常に便利な土地だったから選ばれたのでしょう。ただこのような立派な建物が非常に多く建っているこの地域も、1900年代後半にはこの辺りのウイスキー産業も縮小し、1990年代にはついに最後の蒸留所も閉鎖されたそうです。ただこのように今でも北米で最も保存状態のいい、そして最大のビクトリア朝時代の産業建築群遺産として価値が認められ、現在は保護されたり、このように商業エリアとしてにぎわっています。実際今日も平日のまだ3時半ぐらいなのに、
多くのお客さんで賑わっています。元はビール工場だったのが再開発によって大きなビルとおしゃれな街に変わった東京の恵比寿になんとなく似ている感じがします。いや本当に賑やかでお店もたくさんあって楽しいですね。ただ残念ながら一人で来るような場所ではあんまないですね。私が一人で来て何かをするかというと、別にやりたいこともないので、ちょっと速やかに撤退しようと思います。おそらく蒸留所時代に使われていた工具の展示なんかもあります。あったかそうな席、わかりますかね。すぐそこ列車が走ってるんですけど、本当にこのデステルレイディストリクトの真横です。今先ほどのデステルレイディストリクトからずっとこのオンタリオ湖沿岸を歩いてます。でちょうどここで見つけました。すごい大きい船ですね。多分これ今は使ってるわ。あそこにクレーンが動いてますね。現役のなんか貨物用の船でしょうか。いやすごい迫力で、もうちょっとね日がだんだんと傾き始めてきて、あとね最後にもう1箇所だけこの動画で訪れる場所があるんですけど、ちょっと急がないとな。でもここ海じゃなくてオンタリオ湖なのにあんなに大きな貨物船がなんか働いてるんですね。多分エリー湖の方はナイアガラの滝とかがあってとてもじゃないけど船が航行できないので、おそらく対岸のニューヨーク州まで荷物を積んで、そこからはアメリカ国内の貨物鉄道かなんかで運ぶ、あとトラックとかね、そういった感じなのかなと思いますけど、この動画の冒頭ユニオンステーションがちょうどこのビルの後ろあたりにあるんですけど、その真裏オンタリオ湖の湖岸にやってきました。この動画の最後の目的地までは船に乗って行けます。ここにハーバースクエアとある通り、ここからは船が発着しております。船に乗ってどこに行くかというと、行き先はトロントの沖合だいたい 2,3 キロぐらいのところにあるトロントアイランドというところです。英語版のウィキペディアによると、トロントアイランドというのはいくつかの島の総称、つまり正確にはトロント諸島といったところでしょうか。ここにジャック・レイトンフェリーターミナルとありますが、おそらくここから乗るんだと思います。ちなみにここでもチケットを買えるそうなんですけど、私は前日のうちに事前予約で、オンラインで購入いたしました。往復で 8. 何ドルかな忘れちゃいましたが、でも900円1000円はしないぐらいだと思います。フェリーの運航予定はホームページに記載されています。この時期は冬なのでちょうど30分に1本ぐらいの間隔で出ていますが、もし乗る方は事前に確認してください。で今がちょうど4時28分、あと2分で出港だと思うんですけど、今ようやく中に乗れるようになったようです。最初来た時全然人いなくて、さすがに今もう気温も0度でどんどん下がっていくし、平日の夕方だから全然人もいないのかなと思ったら、思ったよりお客さん多いですね。今から向かうこのワーズアイランドっていうのは、トロントアイランドを形成する島の一つです。自転車で来てる方って何なんですかね。向こうに住んでる方なのかな。乗り込みます。中もあるんですが、一旦最初は看板でいいか、せっかくなので景色もいいですし、ちなみにトロントアイランドはもう向こう見えてるんですね。対岸にある陸地みたいなやつがトロントアイランドです。結構横に長いんですよ。16時32分トロントアイランドフェリーが出港しました。あそこで運転してるんですね。本当に思ったよりお客さんが多い。そしてちょうど今この時間は夕日が、若干雲に隠れてはいるけどいい時間帯ですね。本当は4時に乗りたかったんですけど、思ったよりデステレリーディストリクトが遠くて、4時半になっちゃったんですけど、でもちょうどこの夕日が見れるのはこの便だけじゃないですか。こんなに綺麗に見れるのはラッキーですね。トロントの摩天楼がだんだんと遠ざかっていきます。トロントアイランドへはこのフェリーでだいたい10分ぐらいのところにあります。距離にして 2,3 キロなので、イメージとしては鹿児島港から桜島まで行く桜島フェリーと同じぐらいですね。飛行機はトロントピアソン空港に着陸する飛行機ですね。めちゃめちゃ低いところ飛んでるな。 CN タワーよりも全然低いところを飛んでます。違うか、あれトロントピアソン空港じゃないや。多分ね、このトロントアイランドにもあっちの方に飛行場が1個あるんですよ、飛行機が。多分それに着陸するんだな。さすがにトロントピアソン空港距離で高さだとおかしいですもんね。トロントアイランドに行くにはこのトロントアイランドフェリーのほか水上タクシーというのもあるそうです。こちらは
ちょっと高くて、このフェリーは往復1000円しないぐらいなんですけど、水上タクシーは片道1200円ぐらいらしいです。さあ今トロントアイランドに到着いたしました。 Welcome to Waz Island。 ここにトロントアイランドコミュニティとあって、昔はたくさん人が住んでいましたよみたいなことがざっくりと書いてあるんですけど、英語版ウィキペディアによると現在のトロントアイランドの人口は約700人。もともともっと多くの方が住んでいたそうなんですけど、1950年から70年代ぐらいにかけて、行政が、今はこんな感じで観光地みたいな感じになってるんですけど、公共の施設公園とかを建てるために住民を立ち退きさせようとして、いろいろと泥の場の裁判沙汰になったらしいですね。で未だに残っているその住居用の施設とかも未だに所有者が自由に売れなかったり制約があるなど、なかなか複雑な事情があるそうです。公園が整備されて公共性が高くなったからこそ、私がこうやってフェリーに乗ってフラッとやってくるように慣れてるんですけど、故郷を追われた方々のことを思うとちょっと複雑ですね。これがトロントアイランドパーク、公園になってます、島全体が。今地図を見て一人でブツブツ喋ってたら、ちょうどたまたま話しかけてくださった方がいて、Hey Japanese guys。 はい、Thank you。彼らはロシアの方で、もともとアイスホッケー Yes, Yeah. ice hockey, right? アイスホッケーのプロの方で、今はもう引退され、リタイア I'm retired right now. で、今はYouTube を撮ったりされているそうなので、よかったら概要欄に貼っておきますのでチェックしてください。Thank you。If Yes. you want to play hockey, Japanese guys, you need to subscribe for my YouTube channel. チャンネル登録もよかったらお願いします。Enjoy guys, have a good one. Thank you so much. Bye. Thank you。でこんな感じで地図に向かってブツブツ喋ってたら話しかけられたわけなんですが、このようにトロントアイランドが、防波堤の役割を果たしているそうです。ですごい長くて、今いるワーズアイランドは、ここ一番端っこなんですね。でこのようにいろいろ広くて、さっき Google マップ見たら、ここから端っこまで行くのに、1時間ぐらいかかるそうなんですよ。ちょっとそれは今日は現実的じゃないんで、この辺りでいて日が暮れて夜になって暗くなったらトロントの景色見て終わりにしようと思うんですけど、私が本当はね、もうちょっとこっち、この一番端っこハランズポイント、ここに行きたかったんですよ。なんでかっていうと、皆さんベーブ・ルースって知ってますかね。100年ぐらい前のアメリカの野球選手、メジャーリーガーで、つい最近大谷選手の二刀流なんかで名前がニュースに出たり、あとは歴史の教科書にもなんか出たりする、すごい野球界では偉人なんですが、そんなベーブ・ルースが野球選手としてのキャリアで一番最初にホームランを打った球場が昔ここにあったハランズポイントスタジアムだそうです。当時ベーブ・ルースはまだマイナーリーガー、日本のプロ野球でいう2軍選手だったので、大体プロ野球とかメジャーリーグで通算100号ホームラン、500号ホームランっていうのはあくまで1軍での数なんですね。だから当時、ベーブ・ルースがここで打った最初の1本っていうのは、おそらく記録には残らない、そんな貴重な1本を彼はトロントアイランドで打ったと。すごいですね。私野球好きなんで、もうベーブ・ルースが最初にホームラン打ったと同じ地に入れるだけでもう感激です。ここにあった別の地図だとちゃんとベーブ・ルースの記録載ってるんですよね。この27番がベーブ・ルースファーストプロフェッショナルホームランなんとか、載ってます。でこう見たらね、今日はこのワーズアイランド行きのフェリーしかなかったんですけど、3つぐらいフェリーの航路があるそうなんで、そのうち暖かくなったら行ってみようと思います。夜景が見えるようになるまでなんかカフェかなんか入って暇つぶそうと思ったんですけど、あんまりそういうのもなさそうなんで、ちょっと寒いんですけど、頑張ってあと30分から1時間ぐらい待ってようと思います。よりによって4時45分と5時45分の間1時間巻いてるんですね。だから1時間ぐらいこうやって待たないといけない。ちょっと寒すぎるのでウルトラライトダウンを着ようと思います。今5時7分です。次のフェリーが5時45分なので、あとちょうど40分ぐらい。ただもうだんだん割と暗くなって綺麗になってきたので、もう次の便で帰れそうですね。よかった。もちろん私が書いたわけではありませんが、こんなところにドリームカムトゥルーと素敵な言葉が書いてあります。気温はついにマイナス1度、0度を下回りました。これからどんどん下がっていくと思われます。ただこういいですね。こう波打ち際に来てこっち見たらトロントの素敵な夜景。いや本当にこんな寒いの我慢してまで来た甲斐がありました。いや本当にこれは素晴らしいですね。美しい。1000円の元は余裕で取れちゃいました。
はい、ということで今回の動画はトロントのいろんなところを巡って、皆さんにトロントという街がどういうところなのかっていうことを、お伝え少しはできたかなと思います。原住民の言葉が由来のトロントはフランスやイギリスの植民地時代を経てさまざまな人種文化が混ざり合ってできたとてもユニークな都市です。今回はそんなトロントの魅力を私なりにあちこち回って皆さんにお届けしたつもりですが、もちろんまだまだトロントには私の知らない良さがたくさんあります。この動画を見て少しでもトロントという街に興味を持っていただければ幸いです。それではちょっと寒いのでこの辺で失礼させていただきます。ようやく迎えの船が来ました。帰りの船来たので改めてこれで失礼させていただきます。ご視聴ありがとうございました。